時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオドラム FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーがもっと好きになる情報をお届けしていきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。11月に入りました。先日のハロウィンは皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私はいつも通りバーで美味しくウイスキーをいただいておりました。12時近くまで時間を気にせずいただけるようになって本当に良かったなと思います。ハロウィンの日にツイッターで上げさせていただいたんですが、先日酒屋さんを巡っていたところ、偶然にも第3回放送でご紹介しましたアードベックモンスターパックを発見しまして、思わず衝動買いをしてしまいました。買ったのはいいんですが、もったいない気がしまして、未だに開封すらできておりません。しばらくは家で飾っておきたいと思います。それでは海外ニュースからご紹介したいと思います。ローランド地方の西に位置する新興蒸留所の一つであるロッホリー蒸留所から待望のシングルモルトスコッチウイスキーがリリースされるようです。ロッホリー蒸留所はスコットランドを代表する詩人ロバート・バーンズがかつて働いていた農場跡地に建てられた2018年創業の蒸留所になります。そのロッホリー蒸留所からロッホリーシングルモルトファーストリリースが11月に発売されることになりました。蒸留所が所有する農場にインスピレーションを得た特注ボトルには、ロッホリーの敷地であるサウスエアシャー州の周辺に見られるようなタイヤの跡がエンボス加工で描かれています。このウイスキーは2022年初頭に発売される予定のコエクスプレッションとは異なるロッホリースピリットの DNA にわずかなひねりを加えて表現しています。ロッホリー蒸留所はフィールドからカスクまでの完全なトレーサビリティを確保することを最重要視しているそうです。英国では7000本のウイスキーのうち半分が販売され、残りはヨーロッパと北米の10の市場に輸出される予定のようです。一体どんなウイスキーに仕上がってるんでしょうか。いつか日本に入荷する日が来ることを祈りたいと思います。ロッホリー蒸留所の詳細についてご興味のある方は動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。続けてもう一つ海外ニュースをお届けしたいと思います。2021年のインターナショナルスピリッツチャレンジで成功を収めた3回蒸留のアイリッシュウイスキージェムソンブラックバレルがアルコール度数 50% のブラックバレルプルーフとして限定発売されます。ブラックバレルプルーフはポットスチルとグレーンウイスキーをアメリカンオーク、シェリー、二重に焦がしたリフィルバーボンダルで熟成させ、冷却ろ過をかけずにボトリングしたものです。製造元であるアイリッシュディスティラーズのマスターディスティラーケビン・オゴーマン氏は次のように説明しています。ブラックバレルプルーフは少量生産のグレンウイスキーと伝統的なシングルポットスチルのアイリッシュウイスキーをブレンドした3回蒸留のウイスキーで、しっかりとしたスパイシーさとバタースコッチやファッジの風味が特徴です。
樽職人の技術に敬意を表してウイスキーの一部を二重に焦がした樽で熟成させることで、焦がしたオークの中にウイスキーがより深く浸透し、甘くてスパイシーな特徴がふんだんに引き出されています。今回限定発売されるブラックバレルプルーフはジェムソン公式サイトでのオンライン販売のほか、11月初旬からアイルランド国内の一部の店舗及びダブリン空港で販売されるそうです。ご興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ドラム FM では皆さんからのウイスキーにまつわるお便りを募集しています。いただいたコメントの中から番組内で紹介していきますので、動画の概要欄にある Twitter リンクから DM でお送りください。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はボトラーズのケイデンヘッドからケイデンヘッドセブンスターズになります。ケイデンヘッドは1842年にアバディーンで創業したスコットランド最古のインディペンデントボトラーになります。ノンチルフィルターとノンチルカラーリングをポリシーとし、175年以上の歴史が積み上げた蒸留所とのコネクションと磨かれた目利きによる品質の高さは他の追随を許しません。1972年にスプリングバンク蒸留所を所有する J&A ミッチェル社の傘下に入り、現在はキャンベルタウンを本拠地としています。このセブンスターズはケイデンヘッドの熟成庫で眠る原酒ストックの中からえりすぐられたモルトウイスキーとグレーンウイスキーを使用したブレンデッドスコッチウイスキーです。スペイサイド地域のモルトウイスキーをメインにブレンドし、オロロソシェリーダルでフィニッシュされています。ダークマホガニーに輝く魅力的な液体の中に、シェリーダル熟成に期待するレーズンや黒砂糖、ココアなどのキャラクターをたたえ、複雑で奥行きのある味わいが楽しめるウイスキーです。またメジャーブランドの多くのブレンデッドウイスキーとは異なり、アルコール度数 46% の贅沢なボトリングでウイスキーの豊かなボリューム感も楽しむことができます。1960年代にブレンデッドモルトとしてリリースされていたセブンスターズですが、今回はブレンデッドウイスキーとして約60年ぶりの復刻ボトルになります。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。早速香りからいただいてみたいと思います。46度でボトリングされてますけど、アルコールの刺激感はありません。香りはストロベリーや
アップルパイのようなフルーツの香りですね。そしてバタービスケットの甘い香ばしさが感じられます。では飲んでいきたいと思います。味わいですが、口当たりは柔らかくミディアムボディといった印象です。口に入れてからフィニッシュにかけて味が変化するというより、複雑に絡み合った味わいが余韻にまで続きます。その味の中には、柑橘ですとか黒砂糖、ジンジャーのようなスパイシーさ、あと甘いモルトが影響してるんでしょうか。ビスケット、そしてオロロソシェリーダル由来のレーズン、あとココアといった味わいを感じることができます。ブレンデッドウイスキーとしてはなかなかリッチで上品な味わいだと思います。甘さの際立つ仕上がりになってますので、食後や就寝前にストレートかロックでおすすめしたい一杯かなと思います。日本入荷数がわずか300本と極めて少ないことから、店頭に並ぶ機会も限られ、オンラインショップでは瞬時に売り切れてしまう状況でしたので、購入が叶わなかった方も多いかもしれません。もしバーなどで見かけられた際には、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストなんですけども、スペイサイドからデザインが一新された蒸留所のスモールバッチタイプのボトルをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。